今日は私と夫が出会ったセビリアの街で絶対に外せない5つのスポットをご紹介します。まずここはサンタクルス地区。セビリアといえばこの景色ですよね。白い壁に黄色のアクセント、セラミックタイルとバルコニーに並ぶお花。この辺りは旧ユダヤ人街で迷路みたいな細い路地が続いています。車の通りが少なく、お散歩するには最適な場所です。少し静かな夏の夜など、この辺りを夫とよく歩いていました。That's nice. Look. こちら大聖堂前を通るカジェ・マテオスカ号はレストランが並ぶいつも活気のある通りです。ここから見るオレンジの木が並ぶ街並みに大聖堂とヒラルダの塔がそびえ立つ景色は本当に格別です。こちらはセビリアを代表する歴史的な場所、アルカサルです。スペインのアンダルシアらしい建造物で、イスラム美術とスペイン王室文化が融合した珍しい、そして神秘的な空間です。もともとは10世紀にイスラム王朝時代の宮殿として建てられ、その後キリスト教の王たちによって増改築されました。そのためイスラム様式の繊細な装飾とヨーロッパ的な宮殿建築が一つの場所に共存しています。建物内部を見学した後、敷地の約6割を占める広大な庭園へ向かいました。すると壁の上にクジャクが列を作っているのを発見。この時初めて知ったのですが、クジャクって飛ぶんですね。さらにカモまで挨拶に来てくれました。Featuring the duck. そして建物の地下にはアーチが水面に映るまるで巨大なお風呂のような幻想的な空間があります。実はここは浴場ではなく雨水をためるための貯水槽なんだそうです。What is this? It's the maze. You're gonna get lost forever. 次にやってきたのは川の反対側にあるトリアーナ地区。ここは伝統的にセラミック工房が集まるエリアで、フラメンコ文化の重要な発祥地の一つとしても知られています。実は私が住んでいた少し落ち着いた地区でもあるんです。橋を渡ってすぐのところにメルカード・デ・トリアーナという市場があり、新鮮な食材やバルでの食事が楽しめます。観光客にも人気なので価格はやや高めな印象です。歩いていると素敵な中庭を発見。眺めていたらなんと住民の方が中まで案内してくれました。こういう距離の近さもスペインに戻ってきたなとつくづく感じるポイントです。レストランが並ぶトリアーナの中心通りカジェ・サン・ハシントを通り過ぎると、今でもセラミック工房や専門店が数多く並ぶエリアがあります。色鮮やかな食器やタイルなどのお土産が買えます。実は私たちもこの店で結婚式用のタイルを購入しました。スペインらしい鮮やかな色使いについ惹かれてしまいます。そしてかつては異端審問所への通路として使われていたと言われるカジェホン・デ・ラ・インキシオンを通って私のお気に入りだった散歩道へ。We found our friend Naranjo. Naranjo Rodriguez. Apart. こちらはセビリア美術館です。17世紀に建てられた元修道院を利用していて、豊富な絵画コレクションはもちろん、建物そのものと美しい中庭も見どころの一つです。
セビリア出身のバルトロメ・エステバン・ムリージョの作品も多く展示されています。入場料も 1.5 ユーロとお手頃で、観光地の喧騒から少し離れてゆったり過ごしたい時に立ち寄るのもおすすめです。ここで簡単にセビリアのお土産探しについてもご紹介します。観光の合間に立ち寄りやすいのが街中にある可愛い雑貨店や専門店。私のおすすめは最初に紹介したサンタクルス地区にあるオレンジツリーセビージャです。オレンジを使ったお菓子やオリーブオイル、石鹸、可愛い雑貨が比較的お手頃に揃う人気のお店です。さらに中心街にあるのがセラミカス・デル・ムンドです。ここはポルトガルの陶器も扱っており、少し雰囲気の違ったセラミックが手に入ります。私たちはハンドメイド作品を扱うプラグアルテ101でソルトシェイカーを購入しました。そして時間がない時の強い味方がスペイン最大級のデパートエルコルテ・イングレスです。食品からコスメ、セラミック製品まで品揃えが豊富で、私も特に地下のスーパーマーケットはお土産を揃えるためによく利用します。こちらのオリーブオイルを使った甘いクラッカー、生ハム味のポテトチップス、パエリアの素、オリーブやオリーブオイルなどがお土産におすすめです。Should we get one? It's really good. Wow. And this is the bottom, Cap. the cap. Oh, so it's gonna look like guitar too. ご紹介したお店の場所は概要欄にまとめておきます。それではいよいよ最後のスポット、セビリアを象徴する場所へ向かいます。こちらはプラサ・デ・エスパーニャ、スペイン広場です。スター・ウォーズのロケ地としてご存知の方もいるかもしれません。1929年のイベロアメリカ博覧会のために建てられた壮大な広場で、その周囲を半円形の建物が大きく包み込むように広がっています。建物の壁にはスペイン各県を表す色鮮やかなタイル装飾が施され、それぞれの前にゆっくり座れるスペースもあります。野外フラメンコショーが行われていることも多く、運が良ければ少し踊りも見ることができるかもしれません。以上、セビリアで絶対に外せない5つのスポットでした。次回はセビリアのグルメスポットをお届けしますのでお楽しみに。最後までご覧いただきありがとうございました。では次回のビデオでお会いしましょう。